東京学芸大学の高橋淳でございます。まず最初に、教育を取り巻く変化についてお話をしたいと思います。これはですね、日本標準職業分類上の職業の変遷という新聞記事なんですが、1960年代には記載があったが、その後消えた職業という一覧です。これを見るとですね、腹話術師とかですね、留守番とかですね、憧れの職業がいっぱいある感じですけども、今はそういう職業は全くないな。全くってことはないかもしれませんが、かなり少なくなっていると思います。こういう職業が昔から今から将来に向けてどんどん変わっていく中にあるわけです。子どもたちの将来どんな職業に就くのかなっていうのは我々教師としては考えていかなきゃいけないことだと思います。こうした中で一番気になるところが人工知能 AI の導入による職業の変化ということだと思います。これは総務省の予測になっているんですが、AI によって仕事が減るもの、あるいは AI によって余計新たに生まれる仕事みたいなことがありますが、いずれにしてもいつどのような変化が起こるかっていうのは不明確であるというふうに書いてあります。ただ考えてみればですね、AI に限らずですね、どのような職業でも ICT を上手に活用していくっていうことは欠かせないのではないかというふうに思います。ただですね、我が国は子どもに限らずですね、成人の方も含めてですね、実はあんまり ICT が得意じゃないということがはっきりしてます。この OECD の調査によりますと、読解力は世界で一番、数的思考力も世界で一番なんですが、IT を活用した問題解決能力、世界で10位になってしまうということが分かっております。紙なら負けないけど、ICT が入ると負けてしまう。陸上競技だと、裸足だったら勝てるのにスパイクを履くと負けちゃうみたいな、そういった課題があるんじゃないのかなというふうに思います。で、また、これは先生方、よくご存知のことだと思いますが、PISA2018 の調査では、読解力について優位な低下が見られました。これについて原因はですね、理由はいろいろあるんですが、一つはですね、コンピューターを使っているということもあるんですが、読解力というものの定義がどんどん変わってきています。で、はっきり言えることはですね、こういう形でですね、情報を探し出す、理解する、評価し熟考するという、プロセスなんだということになります。で、このプロセスごとにですね、順位が出ているんですが、理解するっていうのがですね、相対的に13位で順位が高くなっています。で、ここを見るとですね、軸の意味を理解するとかですね、いうことが、ここの、何ですかね、問題の内容になっております。で、こう考えるとですね、こういったことは得意なんですが、そもそも、何が問題になっているかみたいな情報を探し出すとかですね、それを理解した上で評価し熟考するっていう一連のプロセスで考えてみると、弱くなってしまうということが分かっております。なのでですね、文章を読んだり、グラフを読んだりして内容を理解するだけではなくてですね、理解した内容をどういうふうに活用していくかっていうことも問われておりますし、こういうプロセスの中で問題解決ができるか、自律的に駆動できるかっていうことが問われているんだと思います。で、そうなってくると、ますます ICT っていうことが大事になってきてしまうんですが、今は紙なのか ICT なのかっていうこと、デメリット、メリットがあるんじゃないのかってことが話題ですが、1815年の出版物を見てみますとですね、こんなことが書いてあるんですね。最近の生徒たちは紙に頼りすぎですと。生徒たちは石板を使うとチョークの粉まみれになってしまいます。それに石板をきちんときれいにすることもできないと。紙を使い切ってしまったらどうするんでしょうって書かれていたそうです。で、私これを見てですね、最初何のこと言ってんのかなって思いましたけど、要はですね、1815年、紙が最新テクノロジーだったっていうことなんですね。で、これと似たことが今起こってるなっていうふうに思います。
これ今はちょうど紙が ICT になっていくという過渡期なんだと思います。ここまでのお話をまとめますと、こういったことが言えるかなというふうに思います。単純な記憶再生ではないという時に、ICT というものをうまく道具として使っていくということが求められていきますし、特に問題解決能力等が求められているということが言えると思います。続きまして、なぜ今ギガスクール構想なのかということをお話ししたいと思います。先生方もご存知の通りですね、新しい学習指導要領では何を知っているかというコンテンツベースということも大事なんですが、何ができるようになるかというコンピテンシーベースという考え方が採用されております。つまり ICT も上手に使っていかに問題解決等ができるかということが問われているわけです。で、その際にですね、主体的対話的で深い学びということがキーワードになっているわけなんですが、その中にですね、生涯にわたって能動的に学び続けるという言葉が書かれております。つまりですね、学校教育の中だけでは勉強が終わりませんので、卒業した後も一人になっても勉強し続けなきゃいけないと。こういう時にですね、本を読めばいいとおっしゃる方もいますが、今や本を探す時ですらコンピューターを使うという、ICT を使うというのは当たり前ですので、ICT も活用して問題解決できる力、ここが欠かせないなというふうに思います。今、もう少し余計なことまで言いますと、つまりですね、国語や算数ができるようになるために ICT を使うということも大事だとは思いますが、こういった、我々が大人社会の中で、コンピューターを使うような使い方をどんどん子供にも伝えていくということが問われているんだと思います。こうした中でですね、課題として、学習指導要領にも書かれているんですが、ICT 環境を整える必要があるんだというふうに、わざわざ書かれております。学習指導要領の性質から考えればですね、ICT 環境整備について触れるというのは、やっぱりこれは異例のことだというふうに思います。それだけ整備が十分じゃないということを表していると思います。その後ですね、指導要領の改定に合わせまして、第3期教育振興基本計画によって、こういうふうにコンピューターや無線 LAN を整備していくんだということが示されました。ただですね、こういうふうに示されてもですね、全国的に見ればですね、整備が整っている県から整っていない県まで比較するとですね、相当な地域間の格差があるんだということが見て取れる状態でした。で、これを考えますとですね、義務教育ではこういうような格差というのは非常に問題じゃないのかというふうに考えられるわけです。で、そういうことを受けましてですね、その後ですね、新時代の学びを支える先端技術活用推進方策というものが文部科学大臣の方から発表されまして、ここにはですね、何て書かれているかと言いますと、パブリッククラウドに基づくクラウドコンピューティングが極めて有力な選択肢だということが示されております。つまり、これを使うと安価に非常に効果的なコンピューターを整えることができるということになります。これはですね、かなり驚きなんですけども、この文部科学省の文章の中にですね、Google とか Microsoft とか Apple っていうメーカーの名前が書かれ、さらにChromebook という商品名まで出ているという異例の文章で、日本のメーカーが書かれてないという、またある意味残念なことも含めてですね、異例の文章があったというふうに思います。こういうような流れの中でですね、ギガスクール構想というものが公表されました。先生方もご存知の通り、個別最適化学習にふさわしい環境などの狙いが示されております。ここにおいては、児童生徒一人一台端末の環境の整備とか、学校のネットワーク環境の整備などが書かれておりますが、実は、この後活用を考えていく上で最も重要なのは、クラウド環境の整備だったというふうに言えると思います。これについてですね、文部科学省は全く新しい ICT 環境という言い方をしております。で、これは何かと言いますと、
ギガスクール構想、全く新しい ICT 環境と、このスライドにも書かれておりますが、新しい端末のところにも、クラウドを活用することによりってなってますし、クラウド活用っていう言葉が、いろいろなところに出てきております。つまり今までの延長ではない ICT の環境ですから、それに合わせて活用も考えていかなきゃいけないということが言えると思います。一番最近の中央教育審議会の答申の中にもですね、個別最適化とか共同的な学びということもいっぱい書かれてはおりますが、大事なところは新学習指導要領のより一層高度な実現のために ICT を活用していくんだという部分だと思います。ということで、ギガスクール構想をまとめますと、背景としては様々あるとは思いますが、予測不可能な未来社会で自律的に生きるとか、ICT 活用を含んで人物が評価される時代に対応していかなきゃいけないというような時代の背景であるとか、ICT 環境整備の大きな地域間の格差を解消していくといった背景に基づきまして、その狙いは、新しい学習指導要領ですね。これをより一層高度に実現していくんだということだと思います。そのための、支えとしてですね、個別最適な学びとか、共同的な学び、CBT とかデジタル教科書、クラウドなどがあるんだというふうに考えていくと良いのではないかと思います。